よいしょ。よいしょ。兄様、こんなところで奇遇ですね。お買い物か何かですか？ただの趣味です。カフェでは見たことのないものばかりだったので、手当たり次第に購入していたら、いつの間にかこんな量に。勉強もありますけど、そればかりでもないですよ。どんなものでも知見が増えていくのは単純に楽しいですし。まあそうですね。これが一挙両得というものです。ですが、これは私の買い物ですし、兄様の手を煩わせるわけには。それじゃあ甘えさせてもらいます。次はですね、この通りを少し進んだ先で左に曲がって、そうですね。じゃあ今日はここまでにしておきます。帰りましょう。兄様はお優しいですね。私がそう思っていればいいんです。私は漢の滅亡から逃れていろいろな土地をさまよいました。でも可否に落ち着いてからは出歩くことも極力控えるようになりました。ですので読書が最大の娯楽になり、同時にこれでたくさんの知識を得ていきました。書の内容は国や著者によって全く違った解釈がされていることも珍しくありません。最終的に全ては読み手の判断に委ねられます。だから私は少しでも多く多方面からの見解を取り入れていきたいと思っているのです。結果としてそれまでの自分が否定されてしまうかもしれませんが、それもまた楽しみの一つなんです。私はまだまだですが、はい、その期待に添えるように精一杯努力していきます。きっとその先には私の悲願の成就もあるでしょうから。心配はいりません。他
他にお金を使うような趣味もありませんし、安心して住める場所もありますから。どんな本でしょうかね。一度機会を逃すと次があるかわかりませんから、悩んだら手に取る。それが基本です。この本は、この本は、いえ、初めて読む本です。大丈夫です。せっかくですし、これもしっかり読み解きます。幅広い知識を身につけることに損はありませんし、食わず嫌いをしていてはいつまでも自分の小さな殻を打破することができません。というわけで、この本は読みます。泥棒です。待てすみません。ひったくりには逃げられてしまいました。言い訳にはなりません。相手も女性でしたし、私がもっと走れていれば。でも必ず捕らえて本は取り返します。このまま泣き寝入りするような私ではありません。それなんですが、通報は少し待ってもらえませんか？やられたらやり返す。自分の手でひっ捕らえてやりたいというのが一つ。もう一つは、書物の換金は簡単ではありません。素人ではその価値の鑑定もできないでしょう。あの本の内容的にもであるにもかかわらず持っていったということは、あの人自身も読み書きができる。おそらくそこそこいいところのお嬢様なのだと思います。もし私
私と同じく書の愛好家だったのなら、できれば内々に処理しておきたいと思うのです。少しだけ数日待ってもらうだけでいいんです。その間に捕まえられなかったら、あとはお任せしますから。はい、簡単なおとり作戦を使います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。念のために確認しますが、私の本を盗んだのはあなたですね。綺麗な身なりですし、生活に困っているようには見えません。なのにどうしてこんなことを？なるほど。お嬢様ならそういうこともありそうですね。で、読んでいい本も決められていると。そのあたりの感情は、まあ、理解できますね。
そうですね。返してもらえるのであれば、私からは表沙汰にしないと約束しましょう。正式に訪ねてきてくれれば、お貸しするのもやぶさかではありませんよ。あなたも書の愛好家なのでしょ？私、常々語り合える友人が欲しいと思っていたんです。もしバレたら、あなたの家の方々には怒られてしまうかもしれませんね。そのあたりも含めて決めてもらえればと。この前持っていった本、読みましたか？ふむふむ。その様子だと、じっくりとお楽しみになったようですね。そしてその興奮が忘れられず、また私を狙った。でも残念ながら、今あなたが持っているのは、普通の道義を解く内容の書です。もし同種の内容が読みたければ、私のところに来るしかないと思うのですが、いかがでしょうか？実は私、あの手の書はたしなみがなくってですね、これから見識を深めていきたいと思っていまして、感想を語り合ったり、良ければ手ほどきも受けたい、なんて考えてるんです。それならそれで構いません。いずれにしても話し相手がいるというのは良いものではないですか？これは兄様には秘密です。あるのです。こればかりは申し訳ありません。兄様には絶対に明かせないのです。では、もし気が向きましたら、こちらまでお越しください。守衛にはこれを見せれば通してくれるはずですから。あなたから後ろめたさが消えることはないでしょう。ですからこれは私からの罰とでも思ってください。私はあなたが罪を重ねないように監視する。あなたは私のところで欲を満たす。そう考えれば少しは気が楽になるでしょう。はい。では、それにも期待しています。